お疲れ様です。お疲れ様です。今日は作取りします。はい。今日は本マグロの。はい。今日は本マグロの腹中いきます。あ、腹中買ってきたんですね。はい。今日は本マグロバラす動画で。はい。よろしくお願いします。はい。はい。本マグロをおろす時のポイントを今回はご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあマグロを柵にしていきます。はい。よろしくお願いします。じゃあ、はい、今回は本マグロの腹中の部分。はい。腹の真ん中になりますね。じゃあまずは血合いから取っていきます。はい。はい。で血合い取る時なんですけれども、大体この黒い部分っていうのが血合い、この黒い部分ですね。これが血合いになりますけれども、この血合いと身のこの間の部分ですね。ここに包丁を入れていきます。はい。はい。ただですね、このギリギリに、切るようにしちゃうと、血合いの臭みがマグロに移っちゃうので、少し大きめに取ってください。はい。で血合い取っていきます。その部分まかないになるんですか？いや、まかないではございません。別の料理で使っていきます。なるほど。この血合いの部分を竜田揚げにしたり、煮物にしたりしてすごく美味しく食べれるので、血合いの部分なんでやっぱり体にはすごくいいので、そういう食べ方も面白いですね。じゃあこのような感じで取りました。はい。それは後ではい処理する感じですね。はい。はい。こちらがですね、取り除いた断面です。これが取り除いた断面になりますけれども、この断面が少しまだ薄く黒くなってたりとかしたら、その部分は必ず取り除いてください。先ほど言った通り、臭みがマグロに移ってしまいます。これとかですか？こういう部分。こういう部分と。なるほど。これが少し、ちょっと今取り除きますけれども、こちらが血合いです。これはとにかく残ってるとマグロの方に臭みが入ってしまいます。それだけは注意してください。はい。いや、うまそうですね。でもちょっと若干血が飛んじゃってる部分があるんですね。そうですね。なるほど。血管だったりとかいろいろするんですけども、とにかく血という血は取り除いた方のが後々美味しくなります。血の味が入っていっちゃいます。はい、じゃあ次は、赤身を外していきます。で赤身を外すポイントです。赤身を外すときは、じゃあ尻尾側からですね。この尻尾側っていうのは、こういうふうに腹中っていう部位で見ると、こちら、僕の方から見て左側の方ですね。こちらに頭がついて、こちらの右側の方に尻尾がつきます。なのでこの尻尾側の方から、このように包丁を入れていきます。なぜそういうふうにするかというのは、このマグロの構造上、尻尾側から身を包丁を入れていかないと身が割れる可能性が高くなります。なのでこの尻尾側から包丁を入れるようにします。なるほど。はい。しかしうまそうなマグロですね。そうですね。美味しそうです。はい、それでは赤身外していきます。でこちらの尻尾側から入れますが、これもなるべく、このようにあんまり包丁を動かさないようにやると断面がきれいになります。マグロ包丁でかいのはやっぱだからそういう意味でいけるようにでかいと。そういった意味で長くなってます。すごいですね。スケートリンクみたいな。スケートリンクみたいな、綺麗に切れてると思うんですけれども。そうです。このような感じで、断面がきれいになるように包丁を入れていきます。なるほど。はい。これで、この、赤身、こちらトロですね。トロの部分と分かれましたので、この後柵にしていきます。先にこちら赤身を柵取りしていきます。赤身の部分。はい。はい。
まず、こちらの、この筋の部分ですね。この筋の部分を外してから、この筋ですね。この筋がこう入ってますので、こちらを外してから柵にしていきます。このまず、部分ですけれども、すごく柔らかい部位がこのちょうどこのラインに入ってるんですけども、ここから包丁を入れていきます。なるほど。このような感じですね。そうすると腹のちょうどお腹のこちら、よく小さいアジとかでいうとガンバラと言われる部位になりますね。こちらは、後ほどすいたりして、使います。とりあえずこちらはこのままですね。はい、はい、はい、続いてこちらの赤身を柵取りしていきます。でこちら柵取りのポイントなんですけれども、こちら赤身もそうですし、後ほどやる、こちらの中トロとかもそうなんですけれども、大体この通常お寿司にした時に綺麗な形になるのがこの指4本分と言われてます。あとはだからその時の使う用途によって、この柵の大きさを変えてください。なるべく寿司職人さんはこちらロスが出ないようにというのを意識しながら柵取りしてます。でこちら柵取るときは、こちらの赤身とかも中トロとかも先ほどと同じようにこの尻尾側から包丁を入れていきます。そうすることによってやはりこちらも身割れがしないというふうな効果があります。なるほどですね。はい、じゃあまず、じゃあこちら4本分なんですけども、これで、この赤身だと、4本分で取っちゃうとこの少し出てしまう部分がですね、ちょっと少し出る部分がちょっと小さすぎてしまうので、4本分というよりかはこれ3本分に近いぐらいの形で柵を取ってきます。なるほどですね。そっか、残った天身の部分もいくんですもんね。はい、でこちらも基本的にはこのように一等で取ってください。これ一等で取る理由としては、断面がガタガタになってしまうので、見た目が綺麗になるようにこの一等で包丁を入れていきます。はい、でこういった形です。でこちらマグロを柵持つ時は必ず下から持ってください。じゃないとこちら、マグロが曲がったりすると身割れしてしまいます。であとこちら今取ったこの赤身の部位なんですけども、こちらが、赤身の中でも一番美味しいって言われる天身っていう言われる部分になりますね。でこの部分はすごい身質が柔らかくて漬けとかにも適しています。なのでこの部位は、あまりスーパーとかでも出回らないですし、市場とかでもこの部位だけ買うっていうのはなかなか難しいです。なるほどですね。ただこの部位が一番身質が柔らかくて美味しいですね。一番人気がある部位、人気がありますね、赤身の中でも。はい、じゃあこちらのじゃあこちらの部位柵取りしていきます。だいたいこちらの柵に関しましてはだいたい親指1本分ぐらいの、厚さが、ちょうど適していると言われてます。それもやはり寿司にした時の、切りやすさというか、そういったのでだいたいこの親指1本分ぐらいっていうのを目安に切ってる職人さんが多いと思います。では作っていきます。じゃあこのように柵になりました。ちょうど形が綺麗なのはこういう、柵になりますけれども、うまそうな、こんな感じで、四角い柵が出来上がりました。美味しそう。美味しそうですね。まかないにはなりませんが先に言うんですね。まかないにはなりませんが、まかないにはならない。綺麗な柵が出来上がりました。でも味見はするんですよね。味見はします。味見はいたします。こちら続いてトロの柵取りしていきます。こちらも先ほど言いました通り尻尾側からですね、こちらでこう見ると、こちら側が上、こちら側が下になりますので、こちら側からこの前の方に包丁を入れるように柵取りをしていきます。なるほど。はい。
この部分めっちゃうまそうですね。はい、まさに、この部分ですね、こちらから大トロ、中トロっていうふうになってます。これが背中の部分、お腹の部分とかでつき方が違うんですけども、こちらは今回はお腹になってますので、ちょうどこちらが本当に、お腹の先端部分になります。大トロですね。大トロが先端部分になります。こちらがお腹に近い部分になりますが、こちらを柵取りしていきます。はい。こちら1つ目取れましたが、こちらが、血合い下と呼ばれる、中トロ、キングオブ中トロと言っても過言ではない、血合い下と呼ばれる、一番いい中トロになります。うまそう。でこちら搾する時なんですけれども、なるべくこの一頭一頭このように包丁を拭いてあげてください。細かいマグロのカスなどがつくのと、マグロの脂で、包丁が滑りにくくなるので、そうすると断面がガタガタになったりとかしますので、一頭一頭なるべくこちら包丁を拭くようにしてください。なるほどですね。マグロを柵取りするときはやはりこうやって長い包丁でやらないと、この一頭一頭入れるので、断面が悪くなってしまうので、必ず長い包丁を使ってください。すごい綺麗な中トロが取れてます。このようにこうやって並べていくのですが、こういうふうにきれいに並べていくのですが、こちらもなるべくマグロとマグロがくっつかないようにした方のがすごくいいです。理由としてはやはりマグロとマグロがくっついてると、色が変わりやすくなります。なぜかというと、結局マグロとマグロが重なってると、圧がかかってそこから血が出たりとかして、少しマグロから水が出るんですね。そうするとその水が当たってると色が変わってしまいます。なのでなるべくこのマグロとマグロはくっつかないように。で保存する時もこちら空気が当たらないように、ラップなどでくるんで保存してください。必ずその上とかには絶対何も乗せないように心がけてください。そうすると綺麗な状態のマグロがキープできます。なるほど。ずっとさっきからこの一頭一頭やっているのですけれども、こちら一頭一頭やってる理由としては、こちらずれたりとかした時にマグロが見割れしちゃう恐れがあるから、この一頭一頭包丁を入れてます。これはいっぺんにこの包丁を入れる方とかもいるんですけれども、僕はなるべく見割れがしないようにという意味も込めて、こういうふうに一柵一柵丁寧に取り除くようにしてます。ここぐらいから大トロになってきました。ちょうど蛇腹って言われる部位になりますね。
すごく、油のこの筋が柔らかい大トロです。口の中でとろけます。うわすごい本マグロのトロですね。もうトロトロです。すごっ。ここがもう今、ピカピカに光ってますが、こちらが大トロの中でも一番の大トロ、大トロ一番ですね。そういうふうに業界の人だとそういうふうに読みます。大トロ一番。はい、大トロの中の大トロです。本当にお腹の一番の先端部位の大トロになります。すごっ。これはもう本当に僕の手もピカピカ光っちゃってますが確かに油がギトギトです軽く炙ったりして食べてもすごく美味しいですね。なるほど。こちらが、柵が終わった状態になります。こちらは、後ほど、スプーンですいて、すき身にしたいと思います。それはまかないですか？はい、まかないではございません。はい、まかないでは出てきません。わかりました。はい。取ってますんで大丈夫です。ちゃんと。はい、じゃあ柵取り終了いたしました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい。じゃあこっちから行きましょう。はい。じゃあこちらが、赤身ですね。はい。で赤身、こちらが先ほども一度説明いたしましたが、こちらが、天身と言われる、一番いい部位。はい。はい。でこちらが中トロですね。中トロもこちらが血合いさ、一番、こちら一番いいと言われていれば中トロ、味が濃い中トロですね。はい、じゃあこちらが大トロです。でこちらが一番前にあるのが、大トロ一番、トロトロの脂が入った大トロです。でこちら筋も柔らかく、口の中に入れた時にとろける大トロになります。そしたら、はい、味見タイム。味見たいないですか？ありません。はい。いやいや、本当にちょっとだけはい。じゃあ少し食べますか。食べましょう。はい。はい。ちょっとじゃあ中トロを少し切ります。おお、わお。あと少しずつになりますが。はい。じゃあこちら食べてみましょう。はい。いいんですか？はい。これ？はい。これいただいちゃっていいんですか？いただいてください。マジか。いただきます。いただきます。はい。うん。じゃあ僕も食べてみます。うまっ。美味しいですね。もうちょっとね、食べないと分かんないかもしれないです。もう食べなくていいです。もう食べなくていいです。はい。わかりました。はい。もう食べなくていいです。はい、今回はマグロの柵取り、マグロの柵取りのポイント紹介でした。美味しそうだなと思っていただいた方は、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。